どうもきみまろです。今日は4月から6月に買ってよかったものを8つ紹介したいと思います。この時期は外出自粛期間中だったっていうのもあったので、おうち時間を有意義にしてくれるものだったり、あとはねもう5月ぐらいからだいぶ暑くなってきていたので、そんな暑い日を快適に過ごさせてくれるアイテムとかっていうのをいろいろ買いました。その中から皆さんにもぜひおすすめしたいものっていうのを買ってよかったものとして8つ紹介させていただきます。もし動画の中で紹介したアイテムで気になるものとかがありましたら、気軽にコメントをお寄せください。気になるって意見が多かったものに関しては、この後またこのアイテム単品でレビューとかっていうのもできたらしようかとも思ってるんで、いろんなコメントいただけると嬉しいです。では今回もたくさんあるので早速1つ目から紹介してみましょう。まずはこちら、アンカーのモバイルプロジェクターネビュラカプセル2です。これはね外出期間中の僕のライフスタイルを完全に変えましたね。壁やあとは上に向けることによって天井に最大100インチのサイズまで広げて投影できるプロジェクターなんですけども、画質がほんと良くて、あとね音も結構いいんですよね。こんなにコンパクトなので素晴らしいパフォーマンスです。で本体に Android が内蔵されているので、これ単体で YouTube とか Netflix とかあと Hulu などそういったねサブスクリプションの動画配信サービスとかっていうのも見ることができます。もちろん契約してないと見れないんですけど、契約してればここから投影して見ることができます。僕はこんな感じで壁に投影して見てるんですけども、ちょうどこの壁がベッドから見られるところに投影されているので、おかげでね夜寝ようと思って布団に入ってからもずっとこの大画面で YouTube とかを見ちゃうので、もう全然眠れなくてもね寝不足です。寝不足になっちゃってるんですけども、でもねそれぐらい没入できてしまうぐらいに買ってよかったなと思うようなプロジェクターです。もともとステイホーム Vlog を出した時にその中でこれをちょっとだけ触れていたんですけど、その時から反響が大きかったので別途レビュー動画も撮ったんですけども、レビュー動画を見たからの反響も結構大きくて、で実際購入された方も結構ねいたみたいなので、気になる方はこれはもうレビュー動画ありますのでよかったら見てみてください。概要欄に動画のリンクも貼っておきますのでよかったらご覧ください。2020年4月から6月に買ってよかったもの、1つ目はこちらのアンカーのモバイルプロジェクターネビュラカプセル2でした。はい、買ってよかったもの続いてはこちらです。ケニアンオリジナルアイミティの茶葉です。紅茶の葉っぱですね。ケニアンは渋谷の公園通りの裏あたりにある紅茶とケーキがね美味しいお店なんですけども、僕夏が近づいてきて暑くなってきたら絶対にここのアイミティっていうのをテイクアウトして飲んでるんですよね。でアイミティっていうのはアイスミルクティーなんですけども、もうケニアンのアイミティはもう他のお店で飲むのとは全然違った、ここでしか味わえない濃厚で紅茶の香りが強くて、で適度な苦味を含んだなんか深い味わいの本当オリジナルのアイスミルクティーって感じなんですよね。めちゃめちゃ美味しいんです。今年は5月ぐらいにはかなり暑くなってきていたので、早くまたケニアに行ってアイミティー飲みたいな、でも外出できないしななんて諦めてたんですけども、この茶葉を通販で買えるということを教えていただいて、で速攻オーダーしてうちでもアイミティーが楽しめるようになりました。でこちらはこのようなレシピがちゃんと入ってるので、これを見ながら作ればケニアンで飲むのと同じようなアイミティーを作ることができます。ちょっとねせっかくなんで今作ってみようと思います。まずティーサーバーに茶葉を 30g 入れます。このまま 30g。ちなみに茶葉はこんな感じで結構細かい茶葉ですね。で今 30g 入れましたので、ここにお湯を 500cc 入れます。で勢いよく注いで2分間というふうに書いてます。勢いよく注ぎます。はい、注ぎましたので蓋をして2分間待ちます。はい、2分経ちました。ではこちらをカラフェに移したいと思います。で茶こしを使って茶葉が落ちないようにしながら、多分ねここにフィルターついてるから大丈夫だと思うんですけど、茶葉が落ちないようにしながらこのカラフェに注いでいきます。すごい綺麗に出てる。でこの茶葉に水分が残らないように一滴残さず注ぐといいらしいです。確かにこれだけ紅茶の旨味が出てると思うので一滴残さずこしていきたいですね。すごいこの前作ったコーヒー以上に色が濃いな。もうすごいいい香りがしてるもん。よし、さあ最後の一滴まで落としました。でここに砂糖 60g を入れてよくかき混ぜて少し冷まします。砂糖の量は好みでいいと思うんですけど、レシピ通りに入れると 60g です。でこれをよく混ぜて、でこれで少し冷ましておくと。で少し冷ましたらこちらの氷を入れたグラスに注いでいきます。で
であとここにティーミルクを注いで完成です。これかな。はい、ケニアン特製アイミティーが出来上がりました。ちょっといただいてみたいと思います。美味しい、美味しいな。ほんとケニアのアイミティー、アイスミルクティーはね、ほんと他とは違った味わいのアイスミルクティーなんで、このケニアのアイミティー気になる方は安心して出かけられるようになったらぜひケニアンで飲んでいただきたいんですけど、もしねまだちょっと出かけられるって感じじゃない方はぜひ通販でもいいので家で試してみてください。はい、買ってよかったもの2つ目はこちらのケニアンのオリジナルアイミティーの茶葉でした。はい、買ってよかったもの続いてはこちらです。ハリオのフィルターインコーヒーボトルです。これは先日公開したコーヒーアイテムの動画でも紹介しています。これからまた暑くなるのでアイスコーヒーを飲む機会が増えると思うんですけど、今までは僕ドリップコーヒーを冷やして飲むことが多かったんですね。でも今年からこの水出しコーヒーっていうのも作ってみようと思ってこちらを買ってみました。こちらもこういう風に水出しコーヒーの作り方のレシピが載ってるので、これの通り作ればいいんですけども、作り方も非常に簡単で、この中のメッシュがついているフィルターの中にコーヒー豆をひいたものを 55g 入れて、それでこのように蓋をして、で上がこうキャップ蓋になってるので、ここから水を注いで、だいたいここの線のところぐらいですかね、ここまで水を約 700ml 注いで蓋をして、それでちょっとこう揺らしてあげて、コーヒー豆とお水をなじませてあげて、であとはもう冷蔵庫で8時間冷やしながら抽出したらアイスコーヒーの出来上がりです。めちゃめちゃ簡単です。なので夜作っとけば翌朝には美味しく水出しコーヒーがいただけるっていうね感じで、もうコーヒー好きな僕にとってはねもう最高なアイテムですね。こちらの詳しい使い方は実演も含めてコーヒーグッズ紹介動画の方で説明しているんで、興味ある方は概要欄からご覧いただければと思います。はい、買ってよかったもの3つ目はこちらのハリオのフィルターインコーヒーボトルでした。はい、4月から6月に買ってよかったもの続いてはこちらです。同志社の電動ふわふわとろ雪かき氷機です。電動のかき氷機ですね。これは最近買ったんですけど、その名の通りめっちゃふわふわなかき氷が作れます。去年の台北 Vlog でも紹介しましたが、僕は台北のピンさんというマンゴーかき氷が有名なお店が大好きで、今年の夏も暑い台北でピンさんのマンゴーかき氷を食べたかったんですけど、今年の夏は台湾行けそうにないので、家でピンさんのマンゴーかき氷を再現して食べたいと思ってこちらを購入しました。そのピンさんのかき氷は練乳ミルクの氷をふわふわに削ったものなので、氷自体がもう甘いミルク氷になっていて、でそれをふわふわに削ったものなのでめちゃめちゃクリーミーで美味しいんですよね。これであればふわふわなかき氷が作れるということなので再現できるんじゃないかなと思って買ったら大正解でしたね。こんな感じで専用の氷を固める容器がついてるので、この中に、通常は水を入れますけども、今回は練乳を溶かしたミルクを入れて、ここの部分に氷をセットして、それで上から蓋をするようにこのようにはめ込んで、ここにダイヤルがついていて、これでかき氷の削り具合の粗さを調整してくれるので、反時計回りにすると細かいかき氷になって、時計回りにすると昔ながらのザクザクした粗いかき氷になるっていうことですね。反時計回りにして薄くてふわふわのかき氷を作ります。これを押すだけで電動で氷を削ってくれます。こんな感じですごいふわふわなかき氷が作れます。それでピンさんといえばやっぱりマンゴーかき氷なので、たっぷりのマンゴーを乗せて出来上がりです。このマンゴーは以前の浅草 Vlog のオープニングで僕が食べていたシャカトウを送ってくださったハラウィーさんがマンゴーをねたくさん送ってくれたんですけども、こちらももう完熟でめちゃめちゃ美味しかったです。ハラウィーさんいつもありがとうございます。その台湾からのフルーツを取り扱っているハラウェイさんのリンクも概要欄に貼っておきますので、興味ある方はご覧ください。こんな感じでまさにピンさんで食べるようなふわふわとろとろの練乳マンゴーかき氷をね家で再現していただくことができたので、このとろ雪かき氷機はねふわふわのかき氷が作れるので今年の夏は大活躍しそうです。はい、買ってよかったもの4つ目はこちらの電動ふわふわとろ雪かき氷機でした。買ってよかったもの続いてはこちら、リュミエリーナのヘアドライヤーレプロナイザー 3D プラスです。
今まで使っていたドライヤーも髪を乾かす分にはそんなに困っていたわけではなかったんですけど、乾かすスピードをもっと速めたいなと思ったのと、あと最近のいいドライヤーは乾かすだけじゃなくて髪にツヤとか潤いとかしなやかさとかそういうのをね与えてくれるものもあるらしいってことで、そんなねちょっといいドライヤーを探していたんですけども、それで Twitter のフォロワーの皆さんに今ヘアドライヤー買うんだったらどれがおすすめですかっていうふうに質問させていただいたところ、美容師さんたちがねいろいろ試した結果、みんなこのレプロナイザーシリーズを勧めてくれたんですよね。以前はヘアビューザーっていう名前だったのかな。でこのシリーズを勧めてくださる方が圧倒的に多かったのでこちらを選びました。でこれも2ヶ月以上使ってるんですけど、これねすごいかも。はっきりわかるぐらい髪にツヤと潤いが出てきました。普通ドライヤーって温風を当てすぎると髪の水分が飛んでパサパサになってしまうんですけども、これはね当てれば当てるほど髪が潤うんですよ。なんかちょっと言い方うさんくさくなっちゃったかもしれないですけど、でも本当にそれは感じるっていうのがあって、バイオプログラミング技術っていうのが搭載されてるらしいんですけども、髪のタンパク質を破壊することなく乾かしてくれるってことらしいです。で電源はここについていて、これで電源オンですね。それでここに123段階になっていて、一番低い音符はこれで、2段階目、3段階目、かなり風量がね強いです。ただ温度は98度っていうことなので、普通のヘアドライヤーよりちょっとね温度は低いんじゃないかなと思います。ただ風量がすごい強いので、僕今マッシュみたいな髪型なんですけど、この髪だったらねタオルドライした後で2分ぐらいで完全に乾きました。乾かすスピードは多分今までは 4,5 分かかっていたんですけど、もう髪の乾きは圧倒的に早いですね。それでここのちょうど親指が当たる部分、ここで温風と冷風を切り替えることができるので、まず最初温風で、最初にもう僕はいつもレベル3でやっちゃうんですけど、まず温風でバーッと乾かして、それで途中で温風と冷風を切り替えながらセットとかをしながら、で冷風をたくさん当てると髪全体にツヤとかが出てくるので、なので仕上げに冷風をバーッと当てて髪にツヤと潤いを与えていくってことをしています。この前久々に会った人に最近ドライヤー変えたんだって話をしたら、やっぱり髪だいぶツヤツヤしてるもんねっていう風に言われましたね。他の人から見ても久々に会ったらもう目で見て分かるぐらいに髪のツヤとかが違ったようです。であとこのレプロナイザーすごいところは美顔器にもなるらしいんですよ。これどういうことかっていうと、これをフェイスラインにこういう風に沿うように当てていくとリフトアップ効果があるらしいんですよね。で僕はこう顎からこめかみに沿ってゆっくりと冷風を当てていって、ゆっくり往復で20秒ぐらいでやってあげて、これを片側5往復ぐらいして、で反対側も10秒10秒っていうので5往復ぐらいして、なので計200秒になるのかな。それぐらいやってあげて、ちょっとねリフトアップ効果を狙おうかと思ってます。もちろん個人差はあると思うんですけど、僕は多少実感できました。なので髪を乾かすだけじゃなくて美顔器としても使えるっていうね、すごい優秀なドライヤーです。そんなわけで以前使っていたドライヤーに比べたらもうほんとね別次元のドライヤーですねこれ。ちなみに僕はこれ自分で使っててめちゃめちゃ良かったんで、この前母親の誕生日にこれをねプレゼントしました。男性もそうですけど、特にね女性にはおすすめしたいドライヤーだと思います。はい、そういうわけで買ってよかったもの5つ目はこちらのレプロナイザー 3D プラスでした。はい、買ってよかったもの6つ目はこちら、タオル研究所の毎日シンプル001です。フェイスタオルとバスタオルですね。こちらは先日公開したスキンケアアイテムの紹介動画でも少し触れたんですけども、吸水力に優れたタオルです。これ使い心地が良すぎて、うちのタオルはもうフェイスタオルもバスタオルも全部ねこれにしちゃいました。でもう何度か洗濯してますけども、吸水力も全然落ちないし、あとね毛も抜け落ちたりとか毛羽立ったりとかそういうのもしないので、体拭いた時にね体にこうタオルの繊維がね体についてしまうとかそういうのもないので、かなりね使い心地いいです。あと乾きやすいからか、タオルを洗濯した時のなんか独特の匂いあるじゃないですか。ああいうのも全然なくて、すごい心地よく使えるタオルです。さっきみたいにドライヤーをかける時とかも最初にちゃんとバスタオルで髪をねタオルドライしておくことがすごい重要だと思うんですけども、これだとねタオルドライした時もう髪の水分をねきれいに拭き取ってくれるので、その後ねドライヤーで乾かす時の時間も短縮されますね。夏になってくるとまたねシャワーを浴びる頻度とかも増えるんじゃないかなと思ってるので、こういったねバスタオルとかちょっとねまた買い増ししようかなと思ってます。それぐらいに気に入ってるタオルです。タオル研究所っていうだけあって本当に研究し尽くされた感じのするタオルです。はい、その中で買ってよかったもの6つ目はこちらのタオル研究所の毎日シンプル001でした。はい、買ってよかったもの続いてはこちらです。ルームズのルームスリッパです。こ
この前のユニクロ U の1週間コーデでもちょこっと紹介したルームスリッパですね。こういったおうち時間が増えてきて家の中で履くスリッパも快適なものにしたいと思ってこちらを購入しました。ソールの部分に適度なクッション性があるので家の中でもとても歩きやすい、過ごしやすいスリッパです。で柔らかいんですけども全然型崩れとかもしないし、で見た目もこのようにねすごい可愛くて男性でも女性でも似合うようなデザインなんじゃないかなと思います。これ表面は合皮なんですけども上品なツヤがあって質感もね素敵ですよね。これ色はブラックを選んだんですけども他にもキャメルとかネイビーとか数色用意されてます。あとこれ僕だけかもしれないんですけどフローリングでスリッパ履いてるとこのつま先の部分が床に引っかかって足をこうグニャってやってしまうとかっていうのがたまにあったんですけども、このルームズのスリッパはこの先端の部分が少しこういう風に浮いてるのでこれをねフローリングに足をつっかえてしまって足を引っ掛けてしまうとかっていうのもこれだとないです。でそんな細かいところまで考えられたルームスリッパね、これも買ってよかったものの一つなんじゃないかなと思って紹介させていただきました。はい、買ってよかったもの7つ目はこちらのルームズのスリッパでした。はい、4月から6月で買ってよかったもの、最後はこちらワークデスク一式です。こちらはニトリのデスク、エルゴトロンのモニターアーム、 LG の34インチの湾曲ウルトラワイドモニターと、あとはサテチのキーボード、ロジクールの MX マスター3マウスなどなど、このデスクと周辺機器をまとめて一つってことで8つ目の買ってよかったものとさせていただきたいと思います。今までうちは作業用のデスクっていうのがなかったんですけども、このリモートワーク中心になったためさすがにねこのソファーでずっと作業してたんですけど、これはきつくなってきたんでデスク環境を導入しました。家で長い時間作業することになるので快適に仕事とか、あとはね YouTube の動画の編集とかっていうのも効率できるように考えてこちらのデスク環境を構築しました。このおかげでもうリモートワークも苦にならなくなったし、あと何より YouTube の動画編集がめちゃめちゃはかどるようになりました。ほんと快適になりましたね。デスクのセッティングの詳細は動画を前編後編で分けて公開してますので、興味のある方はぜひそちらをご覧ください。あと椅子を買い替えたいのでデスクセッティング動画の方で皆さんにおすすめの椅子を質問したんですけども、その中でも圧倒的に推薦意見が多かった岡村のコンテッサセコンダってやつをオーダーしました。岡村以外にもいろいろ意見をくださった方々もたくさんいたんですけども、もう圧倒的にその岡村のコンテッサセコンドの支持が多かったのでそちらをね選びました。コンテッサセコンダも届きましたらそちらもねレビューしてみようと思ってます。はい、その中で買ってよかったもの最後の一つはこちらのワークデスク一式でした。はい、そういうわけで今日は4月から6月に買ってよかったものを8つ紹介しました。紹介したアイテムは全て概要欄に掲載していますので気になる方はチェックしてみてください。この買ってよかったもの紹介は毎回ね反響が大きいので、もう次からは2ヶ月ごとぐらいのペースでやっていこうかなと思ってます。なので7月8月に買ってよかったものっていうのをまた紹介させていただこうと思ってます。ですので気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。本日もご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンをお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。